どういうわけか審判まで素人同然です。ですがアメリカでは大人気なのです。市民がマスタードたっぷりのソーセージや穀物の発酵汁を楽しむ格好の口実です。かつてはトロピコの国民的スポーツだったかもしれないし、そうではなかったかもしれませんが、それでは私と一緒に参りましょう。経済よりよほど大事なこのスポーツの旅へと。時はプライスレスですぞプレジデンテ。ゲームで遊んでいる時間も大事ですが、今のあなたは一国の指導者なのですから。こんにちは。こんにちは。今はミュートかな？いや、ミュートじゃなくて、あれですね。人が来るのを少し待つ時間でした。お待たせしました。今日はまたね、急に思い立ってトロピコをやろうかなと思います。はいね、海の日だよね。海の日ですよね。なんか海の日ってさ、20日のイメージがあるから15日が海の日ってなかなかあれですね。
あんまりここ最近ちょっとあんま祝日が関係ない生活してるので、いつの祝日かっていうのを忘れかけてて、新しくもないか、なんか新しい祝日とか祝日が動くとか、そういうのなんて言って全然対応できない。はい。でまあ一応最初に言っとこうか。普段はシチュエーションボイス投稿してて、ゲームはね時々遊びでやっているんですが、はい、もしご興味あればメインチャンネルの方も覗いてみてください。はい。で、今日トロピコやるんですが、これはカリブ海の独裁者になるっていう、独裁者として、国を運営していくんだけど、コンサラさんこんにちは。で、なんかね、これもいいか。まあいいや、最初はこれで。プレジデンテ、国の品格はスポーツ分野の成果を見ればわかります。なぜ我々はワールドシリーズで優勝したことがないのでしょう。このね、今話題の新しい医療サービス、目のレーザー手術。目からビームを出したいあなたにおすすめです。はい。これ多分ね、まだちゃんとやったことないけど、なんかサンドボックスモードがあって、それは多分一から全て自分で自由にね、マップだけ選んでやれる、なんかシティーズスカイラインズみたいな感じでできると思うんだけど、今日やるのはミッションモードっていうやつで、一応お題というか、テーマが決められてて、達成すべき目標があるんですね。はい、この島はこんな感じで、今日のこのモードの目標は野球の強い国にすると、野球チームを作って野球の強い国にするっていうのが一番の目標ね。で、どう考えても今日で終われないと思うから、何回かやれればと思うんですけど、こんな感じですね。で、ミッションモードっていうのはなんかもう最初からね、こうちょっと街ができてて、これね、もう最初からできてるやつです。私が作ったやつじゃありません。で、この左下に年代が出てると思うんだけど、1989年ですね。これもね、なんかもっと古い時代からスタートしたりとか、冷戦期からスタートしたりとか、いろいろとミッションによって、スタートする時代も変わってくるという感じ。今回は現代からスタートですね。そう、だからこういうさ、タワーマンションとかショッピングモールとかテレビ局とか、そんなんが最初から立ってるね。で、ちょっとなんか始める前にでね、野球チームを作っていくんだけど、さっきのこれじゃないな、全部自分でやっていくっていうよりかは、その側近がいて、ペネルティーモっていう側近がいまして、そのね、側近がね、
もうこれやるといい、これやってください、これやってくださいっていうね、ちっちゃい目標みたいのを教えてくれるんで、それの通りやっていくのがいいと。でどうなったらゲームオーバーかっていうと、選挙で落とされたら終わりです。で左上になんかね、お金とあと人口と、左からお金と人口と、あとパーセンテージ書いてあるけど、これ支持率ですね。そう、支持率があんま低いと選挙で勝てなくなっちゃうから、選挙で負けたらもうゲームオーバーです。だから野球チームを作って強くしていくっていうことをするのと同時に、それと同時進行で、なんていうの、その市民の希望に応えて支持率を維持していかなきゃいけないっていうのがねあって、なかなか難しいんですけど、遅くなって申し訳ない。フォローするよ。全然来てくれてありがとう。はい。でさ、なんか一応ね、カリブの独裁者みたいな感じなんだけど、でも独裁国家にもできるし、例えばね、これ憲法があってさ、憲法を自分で憲法改正していけるわけですよ。何年かに1回できるんだけど、そんな頻繁にはできないんだけど、完全なもうガチガチの独裁国家にもできるし、独裁者、カリブの独裁者になるっていう、そういう、大雑把に言ったらそういうゲームなんだけど、でも普通のね、普通って言っちゃいかんか、民主国家にも普通にできるとね、普通選挙とか、そうだから結構自由にいろいろできますね。じゃあ早速ここにでさっきのこういうでも結構ね頻繁にこうやっていろんな市民の中にはさ、いろんなタイプの人がいてさ、いろんな思想を持った人たちがいて、いろんな派閥の人たちがいろんな要求をしてくるわけ。あれを立ててくださいとかね、こういう政策をしてくださいみたいな。でそういうのに応えていくと支持率がどんどん上がっていくので、いいって感じですね。でこれはメインのクエストだから、野球の強い国にしていくためのクエストね。戦後にアメリカの占領軍に野球を強制されて以来、野球はトロピコで大人気なのですから、まずは警備を強化して、それからトロピコシリーズについて議論を進めましょう。ちょっと野球と何の関係があるか分かんないけど、防衛監視塔と検問所を建てろと。でさ、それをする前にちょっと全体像を見ておかないとあれなんで、ちょっとデータ見とこう。やっぱお金稼ぎも重要だから、一体何を作ってるのか。ウラン、原発があるからね。原発あるからウランあって、ゴム、トウモロコシ、パイナップル、石炭、肉と自動車ね。自動車、鉄、鋼、自動車工場があるんだね。これか。自動車工場。なんか貿易をして稼いでいくんだけど、やっぱりなんか例えばこれパイナップルとかト
トウモロコシだね。これ農産物を売るのもいいけど、やっぱ加工品がやっぱ付加価値がついて高く売れるので、これね、自動車も鋼とゴムがあれば作れると。だからゴム作ってんだね。鋼鉄工所、製鉄所がある。製鉄所、鋼を作るために石炭と鉄がいると。なるほど。貯蔵庫のとこにインとアウトがあってさ、でインは、必要な材料で、アウトは生産したものなんだけど、石炭も鉄もなんかすっからかんになっちゃってる。鉄、石炭、こういうのはね、近い方がいいよね。なるほど。ゴムはどこで作ってる？この農産物じゃんね。これか。トウモロコシ、ゴムね。なるほど。で、もう一回データを見て、なんかこういうのをね、参考にして、幸福度結構軒並み低いですね。食料30代ばっかりだ。自由と治安はまあいいと。了解。じゃあちょっと進めていきますよ。今時間も止めてるからね。で、1個目のメインクエスト、防衛監視と建てる、検問所を建てる。はい。交易もね、やっときましょう。交易ね。これがね、お金を稼ぐ手段なんで、ただあんまりなんかさ、このラインナップもその時間とともに変わっていくんだけど、本当はね、自動車とか輸出したいんですけど、自動車ないね。あんまりね、ウランはあんまり、やっぱ生産量が少ないのにさ、生産量が少ないのに輸出もしてて、で自分とこでも消費しててってなるとさ、なかなかね、この輸出が終わらないから、いいか、とりあえずいいや。なんか出すものがないな。じゃあ防衛監視塔を作りましょう。私はブローカーと呼ばれています。以前は別の名前がありましたが、名前などどうでもいいでしょう。名前が役に立つのは逮捕される時ぐらいのものですよ、プレジデンテ。まあそんなことはどうでもいい。私はビジネスがしたいのです。何のビジネスかって？さあプレジデンテ、あなたには何ができます？現実的な政治の話をしましょう、プレジデンテ。つまり人々が放棄して退位させられる前にいかに金を稼ぐかということです。そうなるとは限りませんが、素直になりましょう。我々はあなたのスイス銀行の口座を満たすために存在します。捕まることなくね。私が持ちかける取引は決して怪しくありません。通常一定程度の違法性が明らかになりますが、裏金を作ったりとかさ、ちょっと違法。いいですか？せかしてるわけじゃないんですが、早めにご決断いただきたい案件があるんです。なんかね、特定の派閥の支持率をね、買ったりとかね、そういうちょっと表ではない取引をここでしてくれると。はい。で、
ちょっとまず防衛監視塔を作ろう。なんかこれか。結構さ、その反乱軍なんかわかんないけど、ゲリラとか、そういう人たちがその時々攻撃を仕掛けてくる時があって、で大体さ、この発電所とかちょっとやられるときついところをちゃんと狙ってくるから、こういうものの近くにさしておくのがいいかなと思いますね。もう4つ立てろって話だから4つもういっぺんに立てちゃおう。あとさ、やられると困る。結構ね、ここ私のお家なんですけど、ここもね結構来るから、ちょっとこの辺にしとくか。はい。あとはどうかな。この辺に1個あるといいか。はい。あともう1個かな。あと2個。こっちのあたりにやっときますか。OK。ちょっと交易をなんとかしたい。ちょっと時間を進めていきましょうか。これ1個ずつしかなくて、仕事の効率を上げてほしいんだよな。石炭。トロピコ6初めて見たんですが、すごい細かいけど分かりやすいし、裏側にグレーゾーン的な要素もあるんですね。そうだから本当に例えばさ、こうね、対立、反体制派からあんまりこう好き勝手な政策とかしてると、反対派がめちゃめちゃ増えてくるので、そうなるとさ、なんていうか、デモがめちゃくちゃ起きたりとか、ゲリラでこう攻撃をめちゃめちゃ受けたりするから、そういうリーダーをね暴いて、で狙い撃ちして殺害するみたいなこともできますね。あと賄賂を渡してこっちにこう、支持を得るようにするとかね、いろいろありますね。でも最初はねちょっとややこしいけど、やりだしたらめちゃめちゃ面白いね。思ったより自由度が高かった。でどうしようかな。なんかやっぱお金をまず稼ぎたい。お金がないとねマジで何にもできないから、お金を稼ぎたいんだけど、なんかさ、一番簡単な金稼ぎの方法として
木を切ってで木切っただけでとりあえず丸太として輸出できるんだけど、でそれをこう製材所で板材にして出すこともできるし、その板材を利用してこれね、造船所で船を作るとより効率がいいって感じなんだよね。だからね、ちょっと造船所、ちょっと一発で造船所はちょっとその今の手持ち的にきついから、製材所作ることから始めようか。でまず伐採キャンプ、木を切るところから始めよう。どこがいいかな。この緑のところが効率いい場所で、この木もね切り続けるとそのうちなくなっちゃうからね。ちょっと道路がないとまずいので先に道路引こうか。まあいいや。はい。で伐採キャンプを、このね真緑のところに置くといいんだよね。1個2個3個、4つぐらい置いとこうかな。4つとで同時にさ、もうねこういう新しい工場とか農園とか建てたらセットで考えなきゃいけないのが、住む場所と娯楽と病院とみたいな感じなんだよね。そうなんかね、ここに出勤してくるわけよ、人がね。これほら人が、これバス停ですけど、これ人がねいる。でこの人たちねちゃんと出勤してくるから、家が遠いとこのね職場に来るまでに時間かかるから、ここが稼働しないのよ。稼働しない、無駄な時間がめっちゃ増えちゃって良くない。それからその家だけじゃなくて、なんか例えば病院とかさ、教会とか、あとは娯楽施設、レジャーとか、そういうのもある程度近くにないと、そっちに移動時間をめちゃくちゃ取られて、こう建ててるのにさ、全然誰も働いてないみたいな、そういうことになっちゃうから、だから職場と、そのうちね、なんか交通網がもうちょっと発達させれたら、またそれはそれで変わってくるんだけど、今んとこそんなお金はないから、職場と娯楽施設と病院は、我が友プレジデンテ、偉大な指導者よ。野心に満ちていますか？何かお困りでないといいのですが。中東財団の要求、これね、そう国内の市民からだけじゃなくて、外からもね、国外からも要求がいろいろ来るんで、それをねそれ要求に応えていくと関係が良くなっていくから、これは基本的には全部ね受け入れていくと。中東の財団と輸入ルートだから、なんか物買えって言うんですよね。物買えってか、しょうがないな。あんまりね買いたくないんだけどな。ちょっとラインナップがちょっと変わったかな。
トウモロコシ、パイナップル、この辺はね、鉄も鋼も作ってるけど、ちょっと自動車作るのに必要だから、あんま輸出しない方がいいと思うんだよな。OK、まあいいや、これで。なんかどうもね、この辺は観光地みたいにしてる感じだね。ここにほらほらほら。遊園地がある。こういうのさ、眺めるの結構好きで。あ。コーヒーカップあるね。お化け屋敷。はいはい。これは港だね。港。で、これが大衆食堂ね。展望台。なんか観光施設ですね。で、リゾートホテル。ああ、いいね。いいですね。やっぱこの辺は観光地。キャンプ場。パフォーマンスは、これちょっと、はい。これはホテルだね。ホテル。大体なんかこう消費電力がかかるけどパフォーマンス上がるみたいな。まあ原発あるし大丈夫かな。はい。やっぱね、各々の施設のパフォーマンスは高い方がいいですから。観光案内所だ。ツーリストオフィシャルかな。これがこれね、クルーズ船いいな、こういうの。クルーズ船が来てるね。パフォーマンスが10向上させておきましょう。これ観光の港ね。この辺は観光、これはなんだ、これゴルフコースですね。ジリス阻止システムってなんだ。5000か。はい。ショッピングモール。見てこれね、これバラックなんですけど、これはアパートじゃない？で、なんかね、住宅が足りなかったり、あと住宅がその人の経済状況に合ってなかったりすると、例えば住宅はあるけど、なんかお金持ちの家ばっかりみたいのだと、ちょっとお金があんまない人は入れないから、こういうね、勝手にこういうバラックをね、作り始めるんですよ。これね、あんまね、景観が良くないんで、これはちょっとね、潰していきたい。ホームレス6人。ここを見てなんか、住宅が足りてるかどうかっていうのを測るって感じ。ちょっとね、あばら屋でも建てておきましょう。
潰すわ。いい。伐採キャンプ。でね、この伐採キャンプもそのうち多分木がなくなっちゃうんだけど、それをなくさないためにこう木をこれだね、取って与える。伐採するたびに労働者が苗木を植える。これだとまあほぼなくならないのかな。苗木が、はい、よし。で、検問所作ること忘れてた。検問所。どこだ、検問所。これか。検問所ね。検問所。ちょっとまずこの原発のところにしようか。発電所はこれ守らないといけませんからね。それから、外から人が入ってくるところ。はい。港ね。そして、ここでいいんじゃないですか。OK。お見事です、プレジデンテ。それでは、トロピコシリーズについて議論しましょう。我々の野球の伝統を全世界に見せつけるチャンスですよ。世界中の野球チームを招待し彼らに勝つのです。打倒アメリカ。さすれば我が国がいかにスポーツに優れているか世界に知るところとなるでしょう。ですが試合をするには治安が最重要課題。経済より重要です。スポーツには劣りますが。プレジデンテ、簡単な調査を行いました。インターネットによると、ここで野球が行われたのはたったの3回だけだそうです。ですのでこっそりと改ざんしておきました。これがペヌルティーモってこの側近ね。こういう風になんかメインクエストを与えてきます。やりました。300万試合の実績のある国技となりました。次はその偉大なる洞察力で未来のスター選手となる人材を発掘なさってはいかがでしょう。私はココアでも飲みながらルールブックを読みふけります。分厚いルールブックですがココアもたっぷりあるので問題ないでしょう。スポーツタレントの役割を持つ市民を暴く。トロピコのスポーツタレントに賄賂を送ってチームメンバーにする。ほうほう。なるほど。これだな。これね、この市民についての分析だけど、特別市民。ちょっとね、特別な役割がある市民が出てくるんだけど、派閥のリーダーね。例えばね、こういうので、この人に賄賂を送ったり、殺害したりね、不幸な事故に見せかけるとか、逮捕するとかね、再教育施設みたいなところにね、施設送りにするとか、そういういろんなことができますね。で、これで、あれだね、スポーツタレントって書いてあるから、その、スポーツの才能がある人をこれで、なんかさっきの検問所とかで見分けるんだね、市民を。スポーツに才能がある人を暴き出して、でその人に賄賂を送って、最強チームを作るということですね。で丸太を輸出していこう。中国に丸太輸出。はい。
で製材所作ろう。製材所作ろう。OK。これでこれ丸太をね生産してるこの人たち。この丸太をこっちへ運んで板材にしてもらうと。でもうちょっとお金に余裕が出てきたらどっかに造船所を作ろう。今んとこ支持率 55%。なんかこれね工作活動もできるわけなんですけど、これにしよう。権限に基づいてお伝えします。良い知らせです、プレジデンテ。新しい指令が可決されました。しかしこの指令は完璧に従う必要があります。まだ承認をされていませんが、すでに有効化され、確認され、許可され、支持されています。私はまだ署名を待っているところですが、積極的に従っていただけることは承知しています。なんだろう、なんか陰銀無礼って感じだな。EU との輸入ルートを完了する。だからね、物買えって言ってくるんだよな。しょうがない、でも。ゴム。そういうことか。もうちょっと待とう。国際貿易は平和の基礎です、プレジデンテ。少しずつ信仰を深めていきましょう。これはスイス銀行の口座にお金が入るやつか。非超大国との輸入ルートを完了する。OK。ちょっとね、この交易ルートも全部でこの下までね枠があるんだけど、この枠を1個ずつ買っていかなきゃいけなくて、まだ4つしか開けてないから、もうねこれ1万ドルとかかかるんだよね。ちょっと待とう。なんだっけ、スポーツタレントで、はい、もう早速、才能がある、スポーツの才能がある人を発見したみたいなんで、はい、賄賂を送っときましょう。物流倉庫。この人たちがね、物流を担っているので、ちょっと数増やしとこうか。求人スロットが6追加される。ちょっとお金を見てないで使いすぎた。ちょっと時間を進めておとなしくしとこう。よし。この定期的に交易ルートとまた別にね、定期的に貨物船が出て行って戻ってきてみたいな、定期的にお金は入ってくるんだけど、想像もつかないことが起こりました、プレジデンテ。技術革新です。世界を変えられるかもしれません。ですが少し必要なものがあるんです。大したものではありません。世界を変えることに比べれば。
完成したらあなたの名前を付けますよ。どうでしょうか。布告。対話による相互理解を発令する。対話による相互理解を研究する。はあ。布告っていうのがまたあってね。憲法とまた別に布告っていうのがあって、そもそもその布告を出すためにはそれを研究しなくちゃいけないと。対話による相互理解。反体制派とリーダーが役割を失う可能性が 50% ある。ゲリラがトロピコ人のコミュニティに戻る可能性が 50% ある。保守主義者の支持率が15低下する。布告は一度発令すると5年発令できない。だから布告まだ出せないから、その研究しなきゃ、出せるようにしなきゃいけないですよね。これだ。OK。ね、あんまり最初のうちにバンバン物を立てすぎるとお金がなくなっていくよしよし。ちょっと待って、造船所っていくらで作れるんだろう。違う9500か。でそもそもさ、この青い家のマークがついてるやつはまず設計図がないから、設計図を買うところから始めなきゃいけなくて超お金かかる。設計図だけ買っとこうか。まあ建てられるっちゃ建てられるけど、どうしよう。いけるか。まあいいか、作っちゃおう。でね、ちゃんと道路を接続しておかないと。OK。これが組み上がっていくのが見るのが好きですってね。作業員が集まってきた。おお。できた。造船所ね。あっという間にね、働く人たちが集まってきました。良き指導者は国民の声を聞くものです。同志たちへの共感を示して彼らの魂と心臓をつかみましょう。ただずっと掴んでいる必要はありませんよ。魂といえば、プレジデンテは私と天国で合流するのを楽しみにしておられるのだと思うのです。そう、別の場所に行くのではなく、良き牧羊犬は羊の世話をするものですよね。なんか時々こういうこともあって、こう対立するその派閥が同時に要求をしてくることがあって、どちらかしか取れませんっていうことがね、ありますね。まあちょっとこっちを取ろう。
カイスポーツ施設ってでもこれ観光施設だと思うけど、宗教とあんま関係ない気がする。これじゃん。あ、これはもうすぐ作れそう。作っちゃおう。スカイスポーツ施設って何？なんかハングなんていうのこれ、ハンググライダーみたいな、そういうやつか。この辺にね作っとくといいんじゃないでしょうかね。これでいいか。うん。いい感じ。船をバンバン作ってる。ちょっとなんかこの辺にも住宅があった方がいいかな。失業者がめちゃくちゃ多い。失業者多いか。なんかだいぶ上がってきた。医療がちょっと。良き行いをしましたね、プレジデンテ。見返りのことなど一切考えていなかったことは疑いようもありません。無視無欲は求められません。唯一の無視無欲なトロピコ人は拘束服を着せられています。ですが天国へ至る道を買うことはできないのです。けれども教会のギフトショップにはぜひお越しください。だいたいこういうのはお金じゃなくてこの支持率をもらった方がいいね。病院作るか。病院ちょっと設計図だけ買っといて、とりあえず診療所作りましょう。あれ置けない。ちょっとね、またお金に余裕が出てきたら病院は後で。なかなかこの攻撃が終わらないな。人間が環境保護に対する関心を持たなければこの星は救えません。環境保護団体か。母なる自然の友となり彼女を強く抱きしめるの手伝いませんか？分かっています。ハグには興味はありませんよね。これは賄賂のようなものだと思ってください。送るのは現金ではなく良い感情ですが。スカイスポーツ施設を建てる同じじゃん。さっき建てたけど。プレジデンテ、あなたは良き友人ですが私の退屈な気持ちを満足させてくれるには至りません。あなたのせいではありませんが。はい、私の頼んだことは完璧にこなしてくれましたが、ただ歴史が大きく動いた気がしないのです。私は先祖たちのように時代の風を顔に感じながら生きていたい。ほっといてください。退屈なだけです。設計図。スカイスポーツ施設もう一個作る？いいけどさ、この隣に隣が良かった。いいか、ここで。
あ、これ布告出せるようになった。反体制派は丘の上で眠ったり石のスープを食べたりするのに飽きてきています。許し忘れるという政策にすれば連中の多くが銃を捨てて仕事に戻り現代的な生活を取り戻すでしょう。騒動で家を爆破されて怒りが収まらない者がいるなら、真実和解委員会はそんな連中を言いくるめるためにできたのです。計算によればこのナプキンに走り書きした尺度の10分の8、あなたは進歩しました。 OK。 そろそろまたスポーツ、あれどこだっけ、あ、スポーツの才能がある人に賄賂を送っていこう。いい天気だ。どういうつもりだったのかしら。 OK。 いやーね、最初のうちはね忙しいんだよね。要求が次から次へと来ますからね。いつの間にかあなたは地球の友です、プレジデンテ。しまった、いつの間にかちょっとマイナスになってますね。あらあら。いや、船作ってるのに船がないんだな。あ、自動車がある。 OK。うん。まあなんか3連休でしたけど、皆さんも3連休だったのかな。ちょっと待って、なんか各国との関係を見てみよう。これね、なんか仲良くなるとね、この財政援助してもらったりできるから、ちょっと本当にやばい時、お金がなくて本当にやばい時とかは一個でもなんか仲良くしとくところがあるとね、助かるんだよね。なんかでもあっという間に7月半分終わっちゃったね。やば、また予算を見ないで立ててしまった。
まあいいか。よし。梅雨が明けてくれると、まあでもあんまなんかもう最近梅雨らしい梅雨が全然ないよね。だからちょっと雨が多いなって思ったら、なんかもうすぐ終わっちゃうもんね、梅雨が。全然いいですけどね。梅雨とかいらないから、なくてもいいぐらい。まあまあね、雨がないとね困るってこともあるだろうから、まあ、そういう意味では梅雨もなきゃいけないのかもしれないけど、じゃあ気持ち的には梅雨はなくて大丈夫ですって感じ。もうね、半分終わっちゃいましたね。15日だからね。あっという間に8月ですよ。中まで。問題についてお話しできますか？そう、国民は問題に関心があります。誰かが何かをする時が来たんです。葉巻を生産する。葉巻を生産しろってか。分かったよ。雨好きな人とかいんのかな雨好きじゃないね、本当に。葉巻を生産しろってことは、葉巻工場。その前にタバコをなんかね、その加工品を作るやり方として、その材料から作るのもいいけど、なんかその材料を輸入して加工して出すみたいなね、やり方もあるんですよ。あんまり私そのやり方しないけど、だからこれね、葉巻作るんだったらタバコの葉が必要なんだけど、タバコの葉を自分で育てるんじゃなくて、輸入するっていう方法があってさ、輸入、そう、このさ、青いのが輸入品だけど、このプラス 40% っていうのはさ、余分にお金取られるってことなんだよね。そう、なんかね、輸入品、どうしようかな。そうね、タバコプラス 40%。どうなんだろう。でもちょっとそのやり方でやってみようか。材料、しまった。材料を輸入して加工して外へ出すと。あんまりレートが良くないけど、まあいいや。タバコの葉を輸入
することにしたのはいいけど、お金がなくて葉巻工場が建てられなくなっちゃった。よし。優しい雨音は好きですけど、梅雨は嫌ですね。まあそうね、雨で一つなんかいいことがあるといえば雨音ぐらいかな。雨音はまあ嫌いじゃないけど。お金足りないじゃん。なんかまずこの雨が降る、なんか空が黒くて暗くなるじゃない？昼でも。あれがねめちゃめちゃ嫌で、なんか気分暗くなるじゃん。ね、それがね嫌い、あんま好きじゃないんだよね。なんかさ、こう濡れることをさ、外出て濡れることを異常に嫌がる人いるじゃん。ね、なんかすっごい濡れたくないみたいな。なんかあんまそういうのはないんだけど、私は別にほっといたら乾くし別にいいんだけど、そうだからね、それよりもなんか傘を持つことによって手が塞がるのが嫌なんだよね。傘ってもう邪魔でしかないから、悪いけど今日はやめて。そう、もともとね、その傘だけじゃなくて、もう手がね塞がるのは嫌なの、絶対嫌で。そうだから普段も手が塞がらないようなカバンしか持たないんだけど、そうなんかトートバッグ的なものもなんかその肩に絶対かけれるやつじゃないと嫌で、そう手でずっと持ってなきゃいけないのは本当絶対に嫌だって感じでそう外に出てくときに手が塞がるのが絶対嫌だ。そうだから傘があったら絶対に手塞がるじゃない。でなんで手塞がるのが嫌かって、その理由の一つはさ、忘れちゃうからなんだよね。どっかに置いて忘れるって可能性が高くなるから。そうなんか肩にかけたりとかさしてれば、まあそんなになくす可能性ないけど、なくすっていうか置いていっちゃう。そうだから傘もさ、なんか朝は降ってたけど帰りは降ってないとかってなると確実に置いていったりしちゃうじゃん。忘れちゃうじゃん、持って帰るの。でじゃあ折りたたみにしたらいいじゃんってなるんだけど、折りたたみはさ、なんだろう、まずなんかケアがめんどくさいじゃん。なんかしまう時もいちいちめんどくさいし、びちゃびちゃになるしさ。プレジデンテ、この星は深刻な危機にさらされています。女神には救いが必要なのです。少しだけ緑に優しくすることを考えていただけませんか。プレジデンテはあなたのたわごとを楽しんでいらっしゃるようですが、私は緑に優しくという話に怒りで顔が赤くなりそうです。プレジデンテ、何かを救うというのなら、まずは有権者の魂を救うことから始めるべきです。
告、避妊禁止のレベルを上げる。まあ地下鉄かな。ご協力に感謝します、プレジデンテ。しかし問題がありますね。提出。いやいや、素晴らしい。今回の件がうまくいってとても嬉しいですよ。 OK。ちょっと何の話したか忘れちゃった。折りたたみ傘ね。折りたたみ傘ってね、扱いがめんどくさいじゃない。でしかもなんかその折りたたんで携帯できるようにすることによって、その傘としての機能がちょっと弱くなってるじゃないですか。なんか小さいし弱いし、なんか柄が短いしみたいなそう、なんかやっぱ何かの機能をつけようとすると、なんか本来の能力を失うんだよな。そう、その小さい傘とかさ、なんかね、中途半端な感じがあんま好きじゃないだよね。折りたたみ傘小さいよね。なんかこう傘の部分も小さいし、柄も短いし、なんかね、別にその折りたたみ傘使ってる人どうこう言うわけじゃないんだけど、なんか私は個人的になんか大人が小さい傘使うのがあんま見た目が好きじゃなくて、見た目も好きじゃないし、もう機能性もなんか普通の傘に比べれば劣るし、やっぱでかい傘のね、安心感ってあるじゃないですかね。なんかね、なんかそういうね、ちょっと話ずれるけど、そういう商品がね、私あんまり好きじゃないんだよな。なんか機能を2つとか3つ持たせたがために、それぞれの機能の質が落ちるみたいな。なんかリバーシブルの服とかさ、もうなんか一つの服で2つ分の機能を持たせたがために、なんかそれぞれのなんだろう、機能っていうか、やっぱ制限が出るわけじゃん。裏返しても使えるってなるといろんな制限が出てくるから、それによってなんかちょっとおしゃれさがちょっと失われるみたいな、なんかそれ本末転倒じゃないみたいなさ。なんかこれ一本で、それこそさ、なんだろう、三徳みたいな、なんていうんだっけ、なんかキッチン用品とかでもさ、これ1個で全部いけますみたいなのって、やっぱ単体の商品と比べるとやっぱ使い勝手めちゃくちゃ悪かったりするから、まあもちろんそのどこに価値を置くかによってね、市民が選挙を要求しています。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。なんて身勝手な。初めての選挙で
まあね、支持率が 52% あるので、まあ、それほど、まあ、多分基本的に選挙負けないと思うから、まあ、スピーチとかしてね、余計な公約したりして、でそれで公約守れなかったりすると、またそれで支持率下がっちゃうので、選挙はいいがスピーチはしません。でちょっとこの選挙時期だけちょっとこの住宅にめっちゃ予算を万里の長城がなぜあれほど長いかご存知か。あれは大いなる野心と安い労働力の産物なのです。中国の輸入ルートを完了する。はいはい。まあ、選挙の直前だけちょっとね、こういう住宅のへの予算をプレジデンテ、偉大なる科学の未来は研究開発から生まれます。ご支援いただければ私たちは引き続き研究に励めます。一部の大発見は全くの偶然から生まれたのですよ。研究開発には大賛成です。税金が控除されますからね。しかし試すだけで十分という人の言うことを聞いてはいけません。自由診療制度に設勝たなければなら計する。ないのです。私の言う通りにすれば我々の勝利は明白です。消防署立てようか。どっちにしろ必要だと思うから。やばい。なんかこのケアがめんどくさいんだよな。なんかもう無理です。ね、タバコの葉の農園がないから輸入に頼ってるから、もう輸入材料尽きちゃったんで工場がストップしてますね。もうしょうがない。ちょっとめんどくさい。もうめんどくさいんだよ結局。タバコの農園を作るといい。やっぱこの医療がダントツで満足度低いから、ちょっとここでそろそろ病院を。よし。あれ、ここかな。もう一つさ、雨があんま好きじゃない理由があって、私目悪いんで、普段はねコンタクトしてるんだけど、お願いですから通してください。だけど、休みの日とか、本当にちょっと散歩行くだけとか買い物行くだけみたいな時は、メガネでね外出る時も多いんだけど、メガネに水滴がつくのが嫌すぎてもうね、なんならそのメガネの件に関しては小雨の方が厄介っていうか、なんかそのメガネにさめっちゃ水滴ついてる人ってなんかさ、ちょっとなんかすごい走ってきましたみたいな感覚あるじゃないですか。だからそのメガネにめっちゃ水滴がついてるのが、そういう姿を見られたくないし、でなんか小雨だったりすると、その正直傘なくてもあんま気にならないみたいなぐらいの雨の時あるじゃない？だから全然傘なしで出ても気にならないぐらいのレベルの時でも、なんかメガネをしてることによってメガネに水滴がめっちゃついて、それだけめちゃくちゃ目立つから、なんか
なんかせっかく小雨で収まってるのにメガネしてるせいでさ、なんか雨が目立つみたいな。やあプレジデンテ、ニュースがある。どうやら君は有罪になってしまうようなのだ。あることをしてくれなければね。輸出ルートを完了する。OK。でさ、もう今はもうあれなんだけど、そのコロナの時に、何が何でもマスクしていかなきゃいけなかったから、マスクなんか必ずマスクはつけない。十分な移民労働者の供給がなければレモネードは作れないと祖父がよく言っていました。単純な時代の単純な人間です。しかし肝心なことは心得ており、銃を持っていました。あなたもそうです、プレジデンテ。さあレモンを絞りましょう。この人の言葉を聞きましたか。彼は未だにプロレタリアートを気軽に売り買いできると考えている古い人間なのです。労働者はもう十分搾取されています。プレジデンテ、彼らをお助けください。個人情報の憲法を完全監視国家に設定する。それはちょっとまずいんじゃ。なんかマスクしてなきゃいけなかった時ってもうマスク優先順位としてはマスク一番だから、ってことはもうね、そのメガネかマスクしてメガネかけると絶対メガネ曇るじゃん。メガネはもう基本かけられないんだけど、マスクしてたら私の中ではね。だけどほらちょっとね、眼科とか行かなきゃいけない時にコンタクトしていけないから、そのメガネしてマスクしていくことがあって、曇るじゃん。だから曇り止めをね塗ってたわけですよ、メガネに。なんでこんな支持率低くなってるんだ。でさ、曇り止め塗ってマスクして出て、で雨だったりとかするとさ、曇り止めって製品によっても違うのかもしれないけど、なんか水がつくとなんかドロドロになっちゃうんよ。なんか水がつくとなんか塗った曇り止めのせいでメガネがドロドロになって、なんか拭いても汚くなっちゃってみたいなねことがあったりとかして、そのね、雨の時のそのメガネとの付き合い方がもう難しいっていうかね。あとはさ、市民たちは必ずあなたに投票するとさっきのね、ちょっと飛ばしちゃったけど、選挙の結果をいじるってこともできるわけですよ。けどちょっとね 50% 切ったからちょっとあれだけど、大丈夫だろうと思って特に不正しませんでした。
接戦でしたな、プレジデンテ。一部の者はあなたの魅力を忘れていたようです。後で思い出させておきましょう。ね、憲法を変えられるんだけど、エネルギー管理主義。産業施設の維持費が5ドル低下し、電力消費量 20% 下げる。パフォーマンスが 5% 低下するが環境汚染が 5% 発生しなくなる。まあいいか、これで。司法の独立、これよし。社会福祉制度。診療所と病院は最貧民から大富豪まで全市民が利用できる。国貧貧困の市民は医療費が無料になるが、医療に関する幸福度が最大 75% になる。国民皆保険制度。診療所と病院は裕福度とサービス料金に関わらず無料だが、パフォーマンスが 2% 向上する。市民の健康維持に関する費用の問題は重大であるため、十分な補助金を必要とする。無料？これでいいよね。なんかここがうまく機能してないな。なんかこう定期的に在庫がすっからかんになっちゃう。隣同士になるのに。こいつらは働いてないか。娯楽がないんだ、この辺に。娯楽施設へ行っちゃってる。ちょっとファーストフード店でも建てよう。なんかもう一個。大衆食堂。よし。物流事務所。もうなんかそろそろ一個追加しておこうか。あとね、なんか梅雨の時期ってこう天気の変化が短い期間で天気の変化が激しいから、こう雨降ったり晴れたりみたいのを繰り返すじゃない？なんかそれがさ、その気圧にやられるものとしてはちょっときついんだよね。なんか私の場合はなんかね、天気が変わる時が一番きつくて、それ雨から晴れになろうが晴れから雨になろうが同じなんだけど、ついにプライバシーが排除された。真のトロピコ人はこれで一安心。あなたを変な目で見ている者がいなければ、あなたはきっと善人です。そうそう、天気の変わり目がね、私は割ときついので、そうだから天気がねコロコロ変わる時期っていうのは、梅雨に関わらずちょっとねしんどいんですよね。
そう、雨ならずーっと雨の方がまだマシ。なんか昔はこんなにひどくなかったと思うんだけど、だんだんひどくなってきたかな。体調が天気に左右されるっていう。だから早く梅雨明けしてくださいって感じ。あ、鉱山を近代化する。鉱山を近代化するためにはひよこの数を数えるのは卵から帰る前ではなく帰った後です。というわけでご好意に感謝いたします、プレジデンテ。こっちも近代化しとこうか。いいね、かっこいいね。なんかね、このトロピコのね好きなところはですね、いろいろあるんだけど、でもねこのトロピコ一番好きなところはね、音楽が一番好きなんだよな。この音楽、歌が入ってるやつと入ってないやつと何種類ぐらいあるのかな。5曲ぐらい、そんな多くないと思うけど、それがループで流れてんだけど、いやーなんかどれもね口ずさみたくなる。あ、待って、いいよね。はいはい。なんか違うもの立てたかと思った。あ、医療の満足度がだいぶ上がったかな。あと治安が悪い。そうだ、警察署が一個もない気がする。今流行りのエナジードリンクは現代社会の妙薬でしょうか、それとも糖尿病への招待状でしょうか。カナルウーノのスポンサーレッドエナジー社曰く両方ってことで。エナジードリンクってほとんど飲んだことないかも。プレジデンテ、友人が10億人増えた気分はいかがですか。名前もそのうち覚えますよ。移民10人。
移民10人にしてみる。で、警察署を建てましょうね。なんか昔からなんかエナジードリンク、栄養ドリンクみたいなものあんまね好きじゃなくて、ほとんど飲んだことないかな。まあ多分ね、普通に食わず嫌いというか飲まず嫌いなものもあると思うけど、この辺に作りたいんだけど、ちょっと道路からあんまよく知らないんだけど、エナジードリンクってカフェインとかの量がすごいんだよね。いやー、なんかちょっとね、あんまり私カフェインね、コーヒーでめちゃくちゃ取るから、そう、エナジードリンクを別に飲む必要がないし、炭酸飲料大好きですけどね、大好きだけど、まあカフェイン別に入ってなくていいから、普通のファンタとかでいいなって感じ。あ、やばくない？なんかなんかマイナスがすごいんだけど、どうした？あれにどうしようかな。あ、船。でもなんかあんまレートが良くない。でもいいや。支持率がね、上がってきましたよ。治安、食料、で消防署作れと。消防署作った方が火事がね、なんかまだゲリラの攻撃とかがねまだ来てないんで、あれ支持率をまあそこそこ高く保ってるからまだ大丈夫なんだと思うんだけど、ゲリラの攻撃が始まるとね、なんかこう普通に発電所爆破したりするから、火事が起こるんですよ。だからこの近くにやっぱり警察の
向かい側にね消防車置いとこう。うん。あ、バラックができてる。でも人住んでないじゃん。家足りないのかな。お、ホームレス10に失業10。待て待て。家ないのか。家をじゃあ建てるか。なんかさ、結局このアパートタイプがちょうどいい。全然入ってないじゃん。ここに入ればいいの。職場が遠いってことなのかな。どこが足りてないんだ。こっちかな。こっちかな。どの辺に住宅が足りてないんだろう。やっぱこの辺かな。しょうがないですね。一般住宅。なんかこんな家並んでるの可愛くない？やばい、お金ないじゃん。計算によればこのナプキンに走り書きした尺度の10分の8。あなたは進歩しました。 OK。 支持率高いですよ。68% もある。葉巻の生産がめっちゃゆっくりなんだけど。ちょっとまだこのなんだろうな、お金を生み出すのね、お金収支があんま安定してない、割とちょっとギリギリみたいな感じでやってるから、もうちょっとね収支を安定させていきたいよね。やっぱラム酒工場を作るか。はい、ラム酒作るのにお砂糖が必要なんで、砂糖農園を作りました。ちょっとでもさっきからお金使いすぎかもしんない。
かなかお金が入ってこないよ。まあそろそろかな。ちょっとおとなしくしとこう。ここにもバラック。なんかね、皆さんご存知かどうか知りませんけど、先々週ぐらいに私ピクシブでボイスの台本を公開し始めたんですよ。大体ね、私のボイス全部オリジナルで、まあ台本書いたり書かなかったりなんですけど、まあ書くときもあるし、もうなんだろうな、話す内容大雑把にだけ大筋だけ作って台本書かずにやるときもあるんだけど、その作った台本って一応全部ね、そのメモ帳に入れてあって、でそれをもともとね、ピクシブに非公開で保存してあったんですよ。メモ帳を圧迫するから、そうちょっとね、ピクシブに普通に保管してただけ、保存してただけで、別に公開する意図とかなくて非公開で置いてたんだけど、これ公開したら面白いかなと思って、ちょっとね、最初ちょっと迷ったんだけど、ね、やっぱフリー台本として公開すると、なんだろう、まあ、普通に使ってもらえる分には嬉しいんだけど、なんかいろいろこう、まあトラブルが起きたら嫌だなと思って、だからね、雑に扱われたら嫌だなみたいなさ、まあ、そういうのもあるじゃん。なんかこう自分がきちんと断りを入れておかなかったがためにこうね、トラブルが起きたりしても嫌だしと思ってずっと、まあ、公開せずに置いておいたんですけど、まあでもいいかと思ってまあいいかと思って、なんか公開していろんな人に見てもらう方が面白いかなと思って順次公開しております。まあね、そしたら早速使っていただいて、面白かった。なんだろう、もう自分用の台本だからさ、なんか別に細かくその設定をもう書いてないし、細かいとがきとかもほとんどなくて、そうそう、例えばその文章でさ、点々点運とかだけしか書いてないかったりすると、その意図ってね、細かく書いておくか、しっかり読み込んでもらわないと伝わらないと思うけど、私の意図と違ったとしても、なんかそれぞれの
なんか解釈でなんか演じてもらったりとかするときっと面白いだろうなって思っております。ピクシブのアカウントあるんで、もしご興味あればどうぞ。あんまり新しいもの、葉巻がやっと終わった。それでこそトロピコ人ですよ。かつての偉大な指導者たちも皆有罪判決を受けていますしね。あまりね、新しいボイスの台本はすぐ公開しないようにしようと思って、なんとなく昔のやつとかをちょっと本当にただメモ帳からコピペしてあるだけだから、ちょっと綺麗に整えて順次出しますんで、興味ある方は聞いてみてねって感じ。聞いてみてねじゃないや、読んでみてください。いや、なかなかこのスポーツタレントが進んでいかないな。待ってそうだ、もうこんだけ見つけてるから、あとは賄賂を送るだけなんだ。はい、どうしました？あと3人、1人いいわね。いや、なんかこれね、ちょっとそういうことまで関係あるかどうかわかんないけど、やっぱね、スポーツやってもらうんで、ちょっとできるだけ若い人の方がいいかなって思ってね、年齢を見てできるだけ若い人に賄賂を送っています。この人さっき送ったよね。あんまいないな。31歳。ほっといてくれ。はい、これでいいんじゃないか。なんか割といいんじゃないかな。高いとは言い切れないけど、食料雑貨店、食料雑貨店とかちょっと立ててみる？これさ、このね、この誰も住んでないじゃん。これ破壊していいね。いや、これみっともないからね、破壊したいなと思ってたんですよね。よし。OK。またお金なくなっちゃった。ちょっと収入待ち、よし。地下鉄の駅を作れっていうのもあったな。地下鉄駅、これね、一つだけあっても意味ないからね。もうちょっとお金が入ってきてからにしよう。なんだっけ、食料雑貨店みたいな。
どこにあるんだろう。あれ見つけられない。食料、あったあった。まあね、こういう隙間とかに入れていこう。あ、隙間なかった。これでいいか、じゃあ。このペネルティもお伝えしたいことがございます。電力消費量が供給量を上回りそうです。やばい。パフォーマンス、仕事の質が15上がったら電力、まあそれか発電所を作るか、発電所を作るか、そんなお金がないんだけど。石炭発電所、なんか太陽光、太陽光、風力ってたくさん作んなきゃいけないからね。太陽光がいいと思うんだけど、めっちゃ高い。ついに念願の野球チームができましたね。野球チームできました。トロピコソブリンズです。早速ロゴを作らせています。伝統に従い差別的なデザインです。国際チームを我が国の世界的プレイヤーで蹴散らすその前にマスコットが必要です。午後から私めが着ぐるみの試着をいたします。この野球スパイダーグランアラーニャはなんと8ツールプレイヤー。中から板を動かせば足がぐねぐねと動かせます。マスコットの話ね。プレジデンテ、この野球とは一体何なんです？遺伝子学的研究によれば、どうやらトロピコ人には野球の才能がないようです。大学を作れと。なんだって？アメリカ代表野球チームにトロピコシリーズへの出場を要請するだと？観客席を満員にする。観光客用の宿泊施設を建てる。ひえ、お金がない。ちょっともうちょっと我慢したら多分。待って、お金、いや、お金借りようかなと思ったんだけど。私を成功に導いたものは何だと思う？それはもちろん私自身だ。自力で成功をつかんだのだ。いけすかないね。こんにちは、プレジデンテ。物事が計画通りに行くことなんてないですよね。そこで新しい計画があります。それは計画を立てない計画です。シンクタンクを建てる。シンクタンクか。なんだろう、どうしてなんか支持率がさっき 70% ぐらいまでね爆上がりしてたんですけど、
今 59% にまで落ちてしまったのだけれど、どうしてかしら。何が問題？ちょっとまず地下鉄、タバコ、でこれね、ラム酒の工場も作りたいのですが、ちょっとまず地下鉄を作ろうか。なんかね、レジャー施設、観光施設がこっちに多い。で、この辺のはさ、こっちのね、市民たちも使うから、こっちへやっぱみんな移動してくるんですよね。だからここと向こうをつなぐ線があったらいいと思うけど、バスがでも通ってんのか。バスは通ってる。でもこの辺にじゃあ作ろうか。いいね。この遊園地の前ね。一つ。で、もう一つは、バス停ってどこにあるんだろう。バス停ってどこにあるんだろう。ここだ。ここだね、バス。じゃあやっぱこっちだな。悩ましいですな。ここかな？ここバスの、これバスの、なんだろう、ターミナルかな。悩ましい。でも人はこの辺に多い気がする。こっちかな。非常に悩ましい。ここかな。ここにアパートを作ろうと思う。アパートっていうか住宅を。どうかしら。あなたが地球を第一に考えてくれたからみんなが幸せになりました。そもそもみんながこの星の重要性を理解してくれてたら。はい、わかりました。地下鉄駅来ました。
待って。いや、ちょっと待って、やばい。ああ、ようこそプレジデンテ。我が新世界にはキくんの居場所がきっとあるだろう。やばい、電力が足りない。電力が足りないのはマジでやばい。待って、どうしよう。どうしよう。ちょっととりあえず石炭火力発電所でちょっとつなごう。本当は太陽光とかがいいんだけど。OK。これ建てれる？お金多分足りない気がするんだけど、これ建てれる？いいや、はい。正しい決断をしてくれて嬉しいよプレジデンテ。服従は常に正しい決断なのだ。石炭がそうなると足りるのかという。もう2時間やってますな。もうちょっとやってもいいかな、今日は。どうもプレジデンテ、お力添えいただけませんか。私は大抵自分でどうにかするタイプですが、誰にでも友人が必要な時というものがあるのです。消防署を建てる。消防署ね。まあ向こうの方にもう一個あるといいかな。電力が足りてない。やばい。なんか作業員がいないんだけど止まってる。サブレンズ負けるなさ申し訳ありませんプレジデンテ。ひまわりの種が喉に詰まりまして。もっともっと観光客を増やさないとアメリカチームは来ないと言っています。シリーズの開催を公表しましたが、スタジアムがないので開催場所がわからないと混乱の声が出ています。仕方ありません。一つでも立てておけば試合の間に詐称の雇用も生まれることでしょう。スタジアムそんな金がないんだよ今。多大なる富を相続するのは大変な重荷なのです。重圧のない状態なんてとても想像できません。中東財団を大使館に招く。ロシアとの関係がちょっと一番いい感じになってしまっている。中東財団を、なるほど。ちょっとね、そういうお金がないんですね。石炭がさ、多分足りないと思うんだよな。
ちょっとさ、近くに石炭を作れるところがないか。市民が選挙を要求しています。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。なんて身勝手な。はい、ちょっとスピーチはしません。プレジデンテ、この世界を動植物マジで要求が多い。より良い場所にするために力を貸してください。トロピコを工場がまき散らす毒に満ちた不毛の地にしてはいけません。ああ、ご婦人、あなたは少し妄想を控えなければいけませんね。毒をまき散らす？あなたのデモ隊はバリケードの裏で何を吸ってるんでしょうか？葉巻ですよ、プレジデンテ。それともしかしたら何か商売をしているかもしれませんね。まあこれで、はい。これを近代化する。産業界の舵取り役として船を入手しようと思うことがありますが。できましたぞ、完成です。今一度桁違いに大きなプレジデントの政治的ビジョンが示されるのです。お、稼働している。石油。ちょっと消防署あたりでちょっとね、選挙期間に入ったんで、ちょっと皆さんのご機嫌を取っていくことをしていかないと。まあでも 50% いくから負けるってことないと思うけど、ここ空いてるな。ここじゃまずいか。ここでもいいか。はい。こちらの書類にサインを。あとここ、そしてここも、最後にここも。よろしい。面会の予約はされてますか？そうですか、それはよかった。では面会保留中の列にお並びになってお待ちください。輸入ルート OK。 この地下鉄ね、地下鉄なんかね、こういうのが機能してるかどうかを見るのが好きで。ご支援感謝いたします、プレジデンテ。そう、私の意見を聞き入れることは常に正しいのです。よし、オッケーオッケー。これね、バーって人が出てくるとめっちゃ気持ちいい。あ、まだまばらだな。まあいいけど。こっちはどう？ちょっとね、収入がマイナスだな。プレジデンテ、うちのビザなし移民労働者は
法的にはインターンという扱いです。またうちの未熟な労働者は他と同じように時給2セントで働いています。税金だって払っていますよ。さて、真剣なビジネスの話をしましょうか。いいですか、プレジデンテ。奴はトロピコ人しか使っていないというかもしれませんが、奴のところの労働者の大半はどことも知れぬところから船で運ばれてきた連中です。いや、保護貿易に設定はしたくないから肉を生産するとなると農場を作らなきゃいけないですね。畜産工場、肉と皮、あ、しまったな。ここに建てたかった。まあいいか。OK。トロピコの市民たちは必ずあなたに投票すると信じております。私はあなたに投票します。何票でも入れますぞ。何票も入れたらダメなのよ。はい、得票数の調整を頼みません。あれ、肉を待って肉生産してるとこある？もしかしてあれ？あれ、なんかここのさ、接戦でしたな、プレジデンテ。一部の者はあなたの魅力を忘れていたようです。後で思い出させておきましょなんか工場ができてないのに肉がものすごいペースで生産されてるんだけど、どこにある工場？あれ？工場っていうかさ、その牧場とか畜産、あれ作ってないと思ってたけど。どこにあるの？あ、そうか、生産したっていうか、輸入したやつだ。プレジデンテの最後の国会がどのようなものになるか考えることがあります。すべての罪について述べるのはかなりの時間がかかりそうですね。でもスカイスポーツ施設どんだけいるのよ。もうすでに2つあるんだけど。肉ね、生産するって書いてあるから生産しなきゃいけないんだと思ったけど、あれだ、なんか輸入したやつが多分在庫があったからそれでいいんだ。終わっちゃった。作らなくてよかった。強い信念で行動するのです、プレジデンテ。それでこそトロピコ人ですよ。かつての偉大な指導者たちも皆有罪判決を受けていますしね。なんかまたちょっと待って、なんか支持率がめちゃくちゃ低くなってる、急に。なんで？ホームレス、家がないか。家がないのか。
ね、もう本当にね、これ忙しいのよ。次から次へと問題が発生するので、はい。ここになんかスペースが、ちょっと公園とかで埋めとこうか。誰も君のつまらない島になど行きたがっていないようだぞ。ね、いつもなんか高圧的な、はい。これはなんだ。襲撃救助を完了する。窓の外で監視ドローンが試験飛行を行っているのに気づいたリスナーの方もいると思いますが、怖がっちゃいけません。このドローンは恐怖を察知すると攻撃してきます。いやー、ちょっとあれだね、タスクをね、おろそかにしすぎたので、タスクをこなしていくこと考えようか。タスクをスルーして自分のやりたいことをばっかりやってたせいで、これかな、支持率落ちてんのかな。タスクがめちゃくちゃ溜まっている。またスカイスポーツ施設作る？何個必要なんすか？どこ行った？これ意外と安いんでね。いらないな、こんなに。で、住宅が足りないわけでしょ。この辺とかね、結構スルーしてきたからちょっと家建ててあげようか。いや、お金がないですね。常にお金がない。なんだろう、なんかね、場所の問題なのか、建物のグレードの問題なのか。最悪です。あなたはグレードの問題なのかわかんないんだけど、なんかね、家が足りないと思って建てても入ってくれないことがあるんだよ。ちょっと待ってね。どういう家が必要なんだろう。裕福度、中流、貧困でホームレス、
この辺か。プレジデンテ、ハイパー潜水艦の設計は完璧でしたが、なぜか8分の1のサイズで建造されてしまいました。積載容量はみかん1個分です。良き行いをしましたね、プレジデンテ。見返りのことなど一切考えていなかった。なんか薬物合法化、これか。観光客の料金が1ドル増加し自由度が10、探検家とリゾート目的の観光客の評価が10向上する。宗教団体の支持率が20、保守主義者の支持率が15低下する。ちょっと待って、今のうちに大学かスタジアムを作ろう。大学3000足りない。いくら、どっちにしても。こんにちは、久しぶりに来ました。こんにちは。お久しぶりだったんですね。スタジアムどこだ？スタジアム、ここか。お、金がめっちゃかかる。大学にしておこう。これで設計図だけ購入しといて、ちょっと待とう。そうだ、ラム酒の工場も作りたいと思ってたんだった。とりあえず、はい。いけ、今だ。まず大学を作る。高校がね、なんかここにもうあるんだよね。とにかくここにしようか、じゃあ。はい。で、スタジアムのちょっと設計図だけ開放しときますか。どこだっけ？ここか？はい。で、家は、待って、なんかホームレスがめっちゃ増えてる。ちょっとじゃあ、しょうがないから、ここに、あばら屋を、ちょっといくつか。こちらペヌルティーも封鎖を排除。跡形もなく消し去りましたぞ。 OK。この曲好き。この曲結構好き。プレジデンテ、
私もシスターも伝統を尊重する気持ちは同じなのです。ただ資金の使いどころでは意見が一致しません。マンションを近代化する。私は島の尊厳を守ることが大事だと思うのです。防衛ですよ。プレジデンテ、トロピコの伝統とは人々を招き入れるものであり、締め出すものではありません。ですから私たちの友人であるこの方は今でっち上げた新しい伝統の話をしているのでしょう。医療の憲法を国民皆保険制度に設定する。ちょっと待って、どっちのご機嫌を取るのがいいんだろう。宗教団体、保守主義者、ちょっとこっちのご機嫌取っとこうか。プレジデンテの最後ので、国民皆保険にしろって言うんでしょ。これね。まあいいや、一回しとこう。正しきことをするためには、あなたを頼りにしていました。支持率がめっちゃ低い。で、大学を作ったはいいけど、教育を受けた移民を雇う大学。ちょっとミイラの呪いにやられてしまいました。いえ、これは暗号などではありません。何それ。ミイラの呪い。ちょっとね、ちょっと申し訳ないけど、この人を解雇して、あ、違う違う。ちょっとこの人を解雇しますね。解雇して、ここね、外国人労働者を雇うと。OK。なぜなんだ。なんかホームレスがめっちゃ増えてる。どうして？ここか。ここにいないとダメなのか。ここに家がないとダメなのですか。いっぱいか。忙しい。間違えた。なぜ、なんかもう支持率がもう急降下してる。理由がよくわからんのだ。なんだろう。住居、食料。
食料の指数。ちょっとパフォーマンスを上げていくしかないか。プレジデンテ、良き指導者は国民の声を聞くものです。同志たちへの共感を示して彼らの魂と心臓をつかみましょう。ただずっと掴んでいる必要はありませんよ。魂といえばプレジデンテは私と天国で合意。ちょっと無視しとこう。このスカイスポーツ施設を建てろっていう要求がありすぎるんだけど。待って、やばい。なんかちょっと待ってよ。なんでなんでなの？意味がわかんない。なんかものすごい勢いで支持率が下がっていってる。理由がわからない。失業者、仕事ないってこと？ちょっとわからなすぎる。なんでこんなに興味を引く案件はありますか？支持率が減ってるのか。なんかいい方法ないのかしら。農場とは労働者どもが危険な乗り物を乗り回す。いくらかかる？いや、なんだろうな、なんか1時間ぐらい前までは調子良かったのにな。
全然アパート人入ってない。ちょっと1個破壊しよう。仕事に関する幸福。まず仕事はもうちょっと作った方がいいか。じゃあお金足りるかな。ラム酒蒸留所、ちょっとマイナスになるけどしょうがない。仕事の質ってなんか結局給料ってことなんだろうね。ですよね。高校卒業。困ったな。こちらペヌルティーも封鎖を排除、跡形もなく消し去りましたぞ。このミイラの呪いって何だったんだろう。ゴム。いやなんか結局仕事の質って予算要するに給料を上げることだから、それすると財政を圧迫するんだよね。しょうがないな。でもちょっと一時的に
しゃ。支持率下がりすぎでしょ。やっぱ住宅足りないかな。でもさ、こういうのもあるんだよね。なんか建てたけど入らないっていうやつがあって、多分場所の問題なんだろうけど、うわ、ここになんで、お金ないわ。ここに入ってほしいんだよね。入れないのか。入れないのか。しょうがないな。でもお金がないわ。この辺溢れてるのか。しょうがないね。ワンキャスが多すぎる。他にどこにある？ここにもバラックある。ここに入ってよ。空いてるじゃん。入ってほしいんだよな。もう一個家建てるか。ダメだった。あ、ダメだ。やばい、もうすぐ支持率が 10% 切りそうなんですけど。あ、でも消防車の
なんでここにさ、こっちに入ってほしいんだよ。ちょっとこれ単純に破壊しよう。うわ、なんかこの辺もしょうがないね。しょうがない子たちだね。どうよこれで。あ、もうさ、支持率 9% になっちゃった。なんでなんだ。ね、支持率が本当にまずい。下がり続けてる。この辺はどう？なんかこの辺の方が家足りなそうなんだけど、あ、やっぱ足りてないのか。いや、空いてるからここへ入ってくれよ。プレジデンテ、石のにゃんこ作戦は成功です。エジプトから工作員たちが石灰岩の像をエジプトワインに溶かして戻ってきました。そう、スフィンクスの設計図を手に入れたと。さっき潰したのに。ここに入ってくれよ。いやー、なんかスタジアムが作れそうなんだけど、作って大丈夫かな、この調子で。支持率がめっちゃ低いからな。ここどうかな、作っちゃえ。
が選挙を要求しています。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。これはなんて身勝手な。これはかなりちょっときついな。ちょっと相当きついぞこれは。10% だから。いやこれでね、選挙をしないっていう強引な方法もあるんだけど、それやるとね、それはそれで結構やばいんだよな。選挙をしている場合ではない。これちょっとしてみようかな。あ、ほらね。はい。支持率が 3% になってしまいました。プレジデンテ、あなたの才能は疑う余地もありません。ですが、ペヌルティーモの案をご一考いただけないでしょうか。汚染された娯楽施設、住居、観光施設を浄化します。そんなこと今やってらんないよ。ああ、3%。きつい。なんだろう、なんか、ホームレスが減らないね、全く。そんだけ人が、ちょっと待って、人がそんなに入ってきてる？入ってきてるのか、別に入ってきてないけど、その、適した場所に建てられてない。裕福度別空室。選挙で落選したらゲームオーバーです。極貧。待って、極貧の人が入れる家というのは、なくない？同棲中ね。どうしたらいいの？極貧の人を減らさなきゃいけないってことは？なんか失業してる人たちみんな高校卒業している。高卒の職がないってことか。高卒の職って何なの？いや、ちょっとなんかタスクをこなすことを考えようか。それこなせば。興味をお持ちのものはありますか？どれも合法ですよ、もちろん。こなせば支持率が少しずつ上がっていくはずだから、大使館を建てましょう。まずね、大使館を建てよう。
これにしようか。OK。超高層ホテル。超高層ホテルも建てるよ。分かったよ。スタジアムがあるんでね、ここにあった方がいいでしょう。で、なんか住居も足りない気がするから、ちょっとこの辺に OK でね、どうせ娯楽がないとか言い出すんだから、ちょっとこの一番安い酒場をこれにしよっか。ここどうだ。スタジアムです。あれ？ちょい。あとちょっとで建築終了ってとこで労働者がいなくなっちゃった。なんだそれは。高卒の職ってなんかオフィスこれを建てたらどうだ。オフィスビル。お、そうだな。止まってる。いや、労働者いないじゃん。全然いないじゃん。そんな、なんでよ。人手不足だわ。やばい、深刻な人手不足ですね。
これはまずいな。あ、立った。ちょっとどうしようかな。貴重な機会ですよ。違法なことはありません。つまり法を犯したと証明できること。人がいないとなるとどっかから連れてくるしかないんだよな。ここに一人。待ってよ、そしたらさ、ホームレス全然減らない。そしたらなんか大発見です、プレジデンテ。無名なのに尊敬されている坊主頭で小柄な教授が私たちの国民的競技を再発見したんです。プレジデンテ、大変です、プレジデンテ。思い出してください。要求が呼吸を。古代遺跡を建てる。ロープウェイ乗り場を建てる。古代遺跡っていうのは決まったところにしか、はいはい、ここですね。ここにしか建てられない。いや、遠いな。ちょっとしばらく放置だわ。あれ、大使館ができたから、中東はプレジデンテ、あなたは良き友人ですが、私の退屈な気持ちを満足させてくれるには至りません。一応ね、このスイス銀行に隠してるお金で保守主義者の支持率を買うことにしましょう。はい。支持率買ったけど 1% しか上がってない。やっと労働者が
いホテルだプレジデンテ。もっと大きくて立派なホテルは世界中にあるが、初心者にしては上出来だ。まだ観光客が来ないのか。君の国は貧しいと思われてるんだろう。まあ実際そうだしな。貧しい国民ばかりだ。こいつムカつくな。ヨットクラブを建てる。富豪の観光客を迎える。ヨットクラブ、なんかね、お金はちょっと安定してきたのか。お金はあるからヨットクラブを建てよう。なんかこっちがいいよな。ここにしようか。問題、建てる人がいないって話だよ。OK。で、観光客用の宿泊施設を建てる。観光客の宿泊施設。観光客の宿泊施設。あ、モーテル。モーテルいいですね。あ、ダメだ。ああ、なんて日だ。OK。で、モーテル。まあ、こことかどうですか？ 1 個。なんか3つ建てろって言ってたね。海辺のペンション。安宿。ちょっとこの辺はちょっと安宿。プレジデンテ、空港のセキュリティを強化するのなら、まずはその空港を作らねばなりません。空港か。
空港を作るけどちょっとまだあんまりそういう余裕ないね。このね、要求って受け入れないと支持率下がっちゃうんだけど、言いくるめるっていうカードがあって、それが1回使えるんで、ちょっとこれを言いくるめとこう。あなたは地球の友です、プレジデンテ。よしよし。で、ホームレス半分ぐらいになったか。いいよね、こう海沿いのお家。この辺になんか住居全然回っていかないな。せっかくオフィスビル作ったけど、あれっすね、大卒ばっかり。なんか高卒の人の手が余ってるんじゃなかったっけ。あ、そうでもないんだ。あ、大学行ったんだ。そっか。じゃあもう一つこれ作ったらいいって感じ？プレジデンテ、どうやら君のところの広報部門はよほど残業してるようだな。ぜひヘッドハンティングしたい。プレジデンテ、絶好の野球日和ですね。1回表ランナー満塁、そして観客からの大歓声からのホームラン。
なんてこった。どうしましょう。負けました。あのバックネット裏で足をグネグネさせているふざけたクモのマスコットにピッチャーの気がそがれたのか、それとも下手投げ下手投げのせいなのか、どちらにせよ今日はトロピコ野球史の栄えある一日とはなりませんでした。全世界が見ている中で我々は恥をかきました、これまで以上に真のトロピコ人によるスポーツチームが必要です。私に策があります。プロ野球では選手が各地より集まってきます。試合はアメリカの主要都市で行われていますが、選手の出身地は様々です。この手を使いましょう。アメリカチームを囲い込みトロピコ人に仕立て上げるのです。明暗でしょ。セラピー施設を建てる。任意のセラピー施設のアップグレードをレジスタンスの部屋に設定する。ほう。観光校。待ってね、ヨットクラブ。なぜバラックを建てるんだ。ここに家があるでしょうが。入ってくれよここに。あ、でもちょっとずつ支持率がちょっとずつだけ回復してきた。なんか自由度も低いんだよね。この辺が必要か。新聞社、ラジオ局、テレビ局。でもテレビ局はあるんだ。新聞社でも作っておくか。OK。だんだん広がってきたね、街が。広がってきたというか、まあ、密度が高くなってきた。で、どうもね、ここ、まあ、この古代遺跡作りたいから、こっち方面も広げていかなきゃいけないんだけど、セラピー施設を建てますか。
ちがまあちょっとこのね海沿いの景色がいいところにはい。あ、繋がんないや。なんか妙な直角になっちゃった。まあいっか。ちょっと破壊するわ。ちょっと景観が悪いんだからこっちへ入ってくれ。ご協力に感謝します、プレジデンテ。しかし問題がありますね。提出書類が全然足りておりません。富豪の観光客が全く来ないな。なんか富豪の客のみを受け入れる港でも作ったらよろしいか。観光港じゃあペンション富豪用じゃあ富豪の人が来そうなレジャー施設でも作ります。カジノね。この辺全然作ってなかったな。カジノでも作るか。
でかい。カジノカジノはね不合じゃないか。はい。オペラハウス、オペラハウス作るか。うわ、これ邪魔だな。オペラハウスこっちかな。いや、ホールすごいな。またどこにバラックが作られちゃってんだろう。ここにもあるな。いっぱいなんだな。プレジデンテ、巨万の富を前に萎縮することはありませんよ。私の召使いたちも普通の人間です。住宅を建てましょうか。しょうがないね。で、診療所とかも建てとくか。はい。で、ここ観光港、こっちの向こうにも観光港あるけど、こっちはね豪華客船だけにしとこう。もう3時間半もやってんだ。いやー、止まらないんだ。テトロピコ。でもこの辺にしとこうかな。ちょっとね、もう切りないから。全然この続きやりたいんだけど、まあでもこのぐらいにしとこう。うん。はい。ちょっと最後にちょっと見て終わろうかな。で、こんな感じですごい密度が高くなってきましたね。この辺はなんか工場が多い。うん。こっちは農園かな。で、発電所。で、この辺はようこそプレジデンテ。この辺は伐採キャンプ。木を切り倒してるね。で、これは私のお家です。で、この辺は高校。じゃあ大学ですね。ここに畜産工場あるんだ。気づかなかった。はい。こっちはね、観光地区って感じかな。スタジアムはあるし、オペラハウスできた。できたね。はい。ホテルもあるね。うん。はい。そんな感じかな。
もうちょっと広げていってもいいかね。ね、いろいろ経ちましたね。もうちょっと街を広げていってもいいかもしれないね。はい。まあ、じゃあ今日はこのぐらいにしましょう。お知らせなんですけど、まあ、すでにお知らせしてある通りね、普通明日火曜日、ボイス更新あるんですけど、明日はなくて、20日にね、雑談を更新します。で、まあ、それは、割とただの雑談なんですけど、ちょっと日にちだけちょっとね、記念日に合わせてっていう感じです。で、その後もう一回更新して、あとはもうお休みに入りますので、夏休みに。はい。まあそんな感じで。楽しかったけど、ちょっと疲れたな。じゃあもうこの辺にしときます。お疲れ様でした。来てくれてありがとうございました。3連休の最後の夜楽しんでください。じゃあね。バイバーイ。バイバイ。